ペルー人はね、割合に平気なんですね、そんなところ。目の前にこう車来てね、さっとこう横行ったりするんです。いや、ここは30年ですよ。30年ちょっとですね。正確には何年になるのか、はっきり覚えてないですね。30年は超えてますけど、33、4年になると思います。生まれたのはここです。戦前、ここでは上級学校へ進むというのが非常に難しかったんです。そしたら子供に余分に日本語を勉強させた方がいいんじゃないかということで、私が日本を送られたのは昭和15年なんです。姉と一緒に行ったんです。姉が私より2つ上ですから12。私が等です。で戦争始まったのは昭和16年。僕は小学校6年の時です。もちろんペルーとの連絡も完全に途絶えて、ペルーの場合は日本に対して国交を断絶してましたから、郵便物も送れなかったわけですね。僕はむしろこの原爆が落ちた時の状況の説明を避けてきたんです。っていうのは、できたらあんまり思い出したくないという考え方ですよね。真夏ですから朝早くからのカンカン照りだったんです。昔は写真を撮るときにはマグネシウムっていうのを焚いてたんですね。これの何十倍になるっていうことですかね。で、無意識に光ったから、この出入り口の方を見ましたらね、煙がもやもやっと上がったんですよ。出入り口には木の枠があったんですよね。それがちょっと焦げたんでしょうね。しばらく経ったら、轟音と爆発音と爆風が来たわけです。ところが当時、原爆に対する知識っていうのはこれ誰も持ってなかったですからね。何が起こったのか、どうなったのか、全然見当もつかなかったんです。たまたま僕がいる棟は、鉄骨で倒れないで済んだんですよね。でそのうちに市の中心部からぞろぞろ避難してきたわけです。ほとんどが裸同然。埃まみれ。着物は焼けてるわけです全部。今でも時々目の先に浮かびますけど、何と言って形容していいかもわからないような格好して逃げてきたんですよ。で、工場の隣がろう学学校だったんですけど、そこへ避難してきた人たちをね、だいぶ収容したんですよ。これは薬もありませんし、包帯なんかもないわけですよ。ですからただ横にしてあげると、とにかくびっしり並べたんですからね、何十人何百人になりますよね。もちろんすぐいっぱいになったから。あともう、せいぜい水を欲しがる人には水をやろうと、こんなぐらいの世話しかできなかったんですよ。これからは、普通に今度は百姓を手伝ったんですよ。確か枕崎台風だったと思うんですが、9月17日に、狭い江田島でも100人以上死んだんですよ。ですから、原爆が落ちてから、この水害の後まで、ずっと死体を嫌になるほど見たわけですよね。で、百姓手伝ってるうちに終戦になって、学校が始まったといっても、学校もせいぜい1日に2時間ぐらいの授業を受けるくらいで、窓も全然ない。冬なんかもう寒いからどうにもならないというような具合だったんですけど、やっと旧制の中学4年で卒業しまして、それから本格的に百姓とか土方というのをずっと続けたわけです。その後東京行ったんです。東京には6年いました。その時に大統領の交代があって、ペルーへ帰ってこられるようになったわけです。やっぱり自分の生まれたところへ帰りたいと
いう本能が人間にもあるんじゃないかと思うんです。無償にペルーに帰ってきたかった。親父なんかも泣いて喜んでくれたんです。スペイン語を完全に忘れてたから、仕事をしながらぼつぼつ覚えていくと、こういうやり方だったんですよ。最初は体を動かしてそれでカバーすると。体が丈夫なうちはそれでいいわけですよね。だんだん年を取るとそれが通用しなくなるわけです。これが診療所です。総合診療所です。石段来る時はここへ一応形式的なもんですよね。ちょっと血圧を測ったりそんな程度です。聴診器当てるようなことはないです。それから脈を取るというようなこともないです。戦後間もなくあれは日本にアメリカから ABCC っていう機関が行ったんですね。これは原爆の障害者、これの調査したわけです。被爆者を次から次へ学校へ連れてっては検査をするけど治療はしないと。なんかそれをこう連想させるようなやり方なんです。僕の場合は建物の中にいましたから、やけどには関係なく、それからほとんど怪我らしい怪我もしないで済んだわけです。だけど最近になってからいろんなものを読んだせいかもわかりませんけど、ひょっとしたらやっぱり原爆の影響を受けてるんじゃないかと、放射能の作用が自分の健康を害していってるんじゃないかというような気もするんですけど、残念ながらこれは医学的にはっきり解明されてないわけですね。上から順番に行きますと白内障があります。それから難聴が非常にひどいんです。これはお医者さんによっては原爆の爆発音がこれ影響してるんじゃないかと。それから肺気腫ですね。十二指腸潰瘍を2回やっています。いろんなところが悪くなってるわけですね。ここにはね、もともと5人被爆者がいたんです。次から次に亡くなって、今僕一人が残ってるだけなんです。だいたいこの5人のうちで一番長生きしたのがね、78歳までなんです。僕今77なんです。だから、その辺の感情からいきますともう限界が来てるわけです。仮に細かい説明をしても、はっきりつかめないと思うんです。とにかく、今のように写真、特に動画が進んできてたような時代だったら、残念ながらそれがないわけですよね。写真っていうのも数は限られてます。それから動かないから、なんかひでえ目に遭ってるみたいだなっていうような漠然とした感じしかつかめないと思うんです。身近で誰か原爆にあってひどい状態になってると、こんなの直に見る機会があれば別ですけど、なかったらあとは想像だけに頼るんですからね。やっぱり実感がつかめないんじゃないかと、そう思うんですよ。せっかくみんなが羨ましがるような平和憲法、いくら押し付けにしたってそういう憲法を長い間守ってきたんですから、これから先も大事にしてもらいたいと思うんですよね。なかったら唯一の被爆国、これもう関係ないんですよ、その言葉。若い人たちがはっきり意識して、これはどうも日本は昔の方向へ近づいていってるんじゃないかということを意識するかどうかです。原爆にあったおかげで平和の尊さっていうのをはっきり感じると。だけど何十万って人たちが影響を受けたんですから、その高い代価を払って得た平和っていうのがまた崩れていくと、風化していけばそういう格好になるんですよな、そういう結果に。